セキュリティ警視の部長がランサムウェア攻撃を招いた結果、セキュリティは金の無駄だ。バックアップなら全部あるけど。これは、セキュリティ対策を軽視した部長が招いた悲劇の物語。私は中堅サース企業でセキュリティエンジニアをしている27歳の女。うちの会社は顧客管理システムを提供していて、従業員は200人ほどで、問題なのがうちのセキュリティ部長。この人、セキュリティを完全に軽視してるんだよね。セキュリティ部長がセキュリティ停止とか終わってるだろ。ある日、私はセキュリティ診断ツールの導入を提案した。部長、セキュリティ診断ツールの導入を提案したいんですが、月額50万円で脆弱性を自動検出できます。月額50万円。バカ言うな。そんな金があったら営業に回すんだよ。しかし、最近はサイバー攻撃が増えていて、うちみたいな小さい会社は狙われないんだよ。セキュリティなんてキングイ虫だ。セキュリティ部長のくせにこれはひどい。小さい会社こそ狙われるのに。この部長、48歳で20年前の知識で止まってるんだよね。でも、私は諦めなかった。週末、自宅で個人的にセキュリティ診断を始めた。OWASP、SAP と GARP、スイートを使って脆弱性診断をやってみる。まずはポートスキャンから始める。公開されてはいけないポートがいくつも開いている。次に Web アプリケーションの脆弱性スキャン。そして出るわ脆弱性が山ほど。 SQL、インジェクション、3元、クロスサイトスクリプティング、5件、認証バイパスの脆弱性、2件、データベース接続が暗号化されてない、全体、パスワードポリシーも設定されていない、セッション管理も不適切、ファイルアップロード機能にも脆弱性がある、エラーメッセージから内部情報が漏れている、API、エンドポイントにも認証不備がある、CSRF、トークンもない、セッション管理も不完全、合計15件の重大脆弱性を発見した。これらの脆弱性はどれも攻撃者に悪用される可能性が高い。特に SQL、インジェクションは顧客データが全て漏洩する危険性がある。認証バイパスは管理者権限を奪取される可能性がある。しかもこれらの脆弱性は組み合わせるとさらに危険だ。クロスサイトスクリプティングと CSRF、認証バイパスを組み合わせれば完全に乗っ取られる。15件とかヤバすぎだろ。これ普通に情報漏洩待ったなしじゃん。15件って穴だらけだろ。特集、詳細なレポートを作成して部長に提出した。部長、緊急の報告があります。自主的にセキュリティ診断を行ったところ、15件の重大脆弱性を発見しました。このレポートに詳細をまとめました。各脆弱性の CVSS、スコアと修正方法も記載しています。ちょっと待て。どれくらい時間かかったんだ。週末の2日間です。できるだけ早く対応すべきです。勝手にセキュリティ診断なんてやるな。業務時間を無駄にするな。いえ、これは週末に自宅で行いました。だったらもっとダメだ。大げさなんだよ。こんな脆弱性なんて実際には悪用されない。でも、実際に攻撃される可能性が。いいか、うちは中小企業だぞ。攻撃者はもっと大きな会社を狙う。悪用されないわけないだろう。フラグ立ちまくりじゃん。その後も毎月詳細なレポートを作成して提出した。でも部長の反応は毎回同じだった。部長、今月のセキュリティレポートです。またしつこいな。君のメール見るのも面倒だよ。セキュリティなんて今まで問題なかったんだから、これからも大丈夫だ。これは完全にフラグ。でも私は諦めなかった。そしてもう一つ重要なことを始めた。個人の AWS アカウントで
8割近く。自腹でバックアップとかかみすぎる。一致優秀すぎ。さらに個人で債務システムも構築した。不審なアクセスをリアルタイムで監視できるようにした。イラスティックスタックとは図を使って構築。これも全て自費で EC2 インスタンスで運用。どこまで自腹でやってんだよ。こうして10ヶ月が過ぎた。10回の警告レポート、10回の却下メール、そして私が個人で払ったバックアップ費用は30万円を超えていた。そんなある日、私の悪い予感が現実になる。ある朝、ニュースで競合他社がランサムウェア被害に遭ったという報道が流れた。 B 社ランサムウェア攻撃により全サービス停止、復旧のめど立たず。これはまずい。すぐに部長に報告しなければ。部長、競合の B 社がランサムウェア被害に遭いました。うちも同じような脆弱性があります。今すぐ対策を。 B 社はセキュリティ対策を怠ってたんだろう。うちには関係ない。他人事すぎて草。これ完全にフラグ回収待ったなし。部長に何を言っても無駄だった。このままでは会社が危険にさらされる。部長を飛び越えて CTO に直接報告するしかない。でも私は CTO に直接報告することにした。 CTO、少しお時間よろしいでしょうか。どうしたの？実はうちのシステムに15件の重大脆弱性があります。競合の B 社と同じような攻撃を受ける可能性が高いです。ええ、そんなに。10ヶ月前から部長に報告し続けていますが、全て却下されています。そうなのを部長に確認してみるよ。数時間後、CTO から連絡が来た。部長に確認したけど、セキュリティは完璧だって言ってたよ。君の報告は大げさすぎるんじゃないかな。でも、実際に脆弱性派。まあ、心配しすぎないで、部長を信じよう。CTO まで信じないとか終わってる。一致かわいそうすぎる。その夜、私は自宅で債務システムをチェックしていた。深夜3時に不審なログイン志向が中国の IP アドレスから。しかも SQL インジェクションを試している形跡が。翌朝、すぐに部長に報告した。部長、昨夜不審なアクセスがありました。 SQL インジェクションを試されています。すぐに対策を。また君か。気にしすぎなんだよ。そんなアクセスなんて毎日山ほどあるんだ。いちいち報告しないでくれ。これは完全にアウトだろ。もう会社に何を言っても無駄だと悟った。せめてバックアップだけは続けよう。月曜日の朝、いつも通り出社した。おはようございます。パソコンを起動してメールをチェックしようとすると、画面に表示された文字。あなたのファイルはすべて暗号化されました。複合したければビットコイン50万ドルを支払え。72時間以内に支払わなければ全データを削除する。フラグ回収来た。周りを見渡すと全員が同じ画面を見ていた。何これ？ファイルが開けない。顧客データベースにアクセスできない。ソースコードも全部暗号化されてる。きっとサーバーもアクセスできない。メールサーバーもダウンしてます。社内チャットも使えない。バックアップサーバーも暗号化されてる。バックアップサーバーまで暗号化されたということは、攻撃者はかなり前から侵入していた可能性が高い。おそらく数週間前に検知した不審なアクセスの時から会社中がパニックに陥った。顧客データ、ソースコード、社内文書、すべてがアクセス不可能になっていた。なんだこれは。どうすれば。部長パニック。さまあ。社内では悲鳴と怒号が響いていた。今日納品予定のシステムどうするの？クライアントへの説明誰がするんだ。30分後、緊急会議が招集された。会議室には社長、CTO、部長、そして私が集められた。
体どうなっているんだ。全システムが暗号化されて顧客データにもアクセスできないと。データベース、ファイルサーバー、バックアップサーバー、すべて暗号化されています。攻撃者の要求はビットコイン50万ドル、約7000万円です。72時間以内に支払わなければ全データを削除すると脅迫されています。7000万円だとそんな金どこから出すんだ。しかも支払ったとしても本当に複合してくれる保証はないんだろう。その通りです。 FBI の統計では身代金を支払っても半数は複合されません。これは突然の攻撃で予測不可能でした。予測不可能？セキュリティ部長がそんなことを言うな。実は部下が以前からセキュリティに問題があると報告していたんですが、あまりにも大げさな内容だったので真剣に受け止めなかったんです。責任転嫁来た。最低すぎる。部下？誰だ？彼女です。部長が私を指さした。彼女が報告はしていたんですが、あまりにも現実離れした内容でもっと具体的に緊急性を持って報告すべきでした。クソすぎる。君、本当に報告していたのか？はい、10ヶ月前から毎月詳細なレポートを提出していました。 SQL、 インジェクション、クロスサイトスクリプティング、認証バイパス、合計15件の重大脆弱性を報告しました。しかし部長は全て却下しました。証拠はあるのか？はい、あります。私はノートパソコンを開いた。これが10ヶ月分の警告レポートです。そしてこれが部長からの却下メール実数です。すべてに部長の電子署名が入っています。証拠固めが完璧すぎる。そんな金があったら営業に回すんだよ。うちみたいに小さい会社は狙われないんだよ。セキュリティなんて人間向きだ。しかしそしてこれが私が個人で構築した際にシステムのログです。2週間前から中国の IP アドレスから不審なアクセスがありました。これも部長に報告しましたが、秘密主義だと却下されました。部長、これは一体どういうことだ？それは電話。社長、大手顧客3社から電話です。データ漏洩はないか、今すぐ説明しろと。このままでは契約解除も検討すると言っています。契約解除、大手3社だと年間8億円の契約だぞ。課長、実はまだ話があります。まだあるのか？はい、実は私には全データのバックアップがあります。本当か？はい、1ヶ月前から個人の AWS アカウントで随時バックアップを取っていました。費用は自腹です。3万円かける10ヶ月で30万円かかりました。自腹で30万。個人でそこまで。会社が予算を出してくれないなら自分で守るしかありませんでした。本当に助かった。すぐにシステムを実習できるか？はい、6時間あれば完全に実習できます。頼む。すぐに取り掛かってくれ。AWS のバックアップからデータベースサーバーを復元、次にファイルサーバーを復旧、顧客データ、売上データ、プロジェクト仕様、すべてが無事だった。ウェブサーバーとアプリケーションサーバーも順次復旧、最後に社内システムとメールサーバーを復元。すげえ。私は6時間かけて全てのシステムを復旧した。復旧完了しました。データ損失はゼロです。素晴らしい。本当にありがとう。さらに警察のサイバー犯罪対策課に連絡した私の際にシステムのログから攻撃者の IP アドレスを特定できました。このログがあれば犯人を追跡できます。 IP アドレス、アクセス時間、使用されたツールの痕跡、すべて記録されています。これほど完璧な証拠は珍しい。私の準備が完璧すぎる。ランサムウェア攻撃グループ国際共同捜査で逮捕。犯人逮捕来た。スカッとした。そして会社での処分が決まった。君の職務怠慢により会社は甚大な被害を受けた。セキュリティ部長、君は懲戒解雇とする。さらに会社が被った損害1000万円の賠償を請求する。
そんな、これは不当解雇だ。訴えてやる。証拠は全て揃っている。好きにしたまえ。ざまあ。スカッとした。そして君を CISO 最高情報セキュリティ責任者に任命する。年収は450万円から900万円に引き上げる。はい。さらに特別ボーナス500万円を支給する。えぐい。君が個人で負担した30万円も会社が全額補填する。ありがとうございます。ありがとうございます。君が個人で払ったバックアップ費用30万円も全額返金する。セキュリティ予算は年間5000万円とする。新しいチームを編成する。10人のセキュリティエンジニアを採用してくれ。はい、必ず会社を守ります。私は新しいセキュリティチームを立ち上げた。全15件の脆弱性を修正し、セキュリティ診断ツールも正式導入。多要素認証、WAF、IDS、IPS すべて導入した。社員全員にセキュリティ研修も実施した。バックアップも3、1ルールに従った上長加工制にエアギャップバックアップも実装し、ランサムウェア対策は万全に。これが本来あるべく姿だよな。さらに ISO27001 の認証も取得した。セキュリティインシデント対応チームも結成。24時間365日のセキュリティ監視体制を構築した。完璧じゃん。大手顧客3社も私たちの対応を評価して契約を継続してくれた。データ損失ゼロで6時間で復旧とは驚異的だと言ってくれた。それどころか追加で2億円の新規契約まで獲得できた。完全にプラス転嫁してるじゃん。 IT 業界し当社をセキュリティ模範企業として特集。私たちの取り組みが業界誌で紹介された。危機をチャンスに変えたセキュリティ改革として他社からもセキュリティ対策の相談が増えた。完全に逆転じゃん。一方、元セキュリティ部長は業界内でランサムウェアを招いた無能部長として悪名が広まり、セキュリティカンファレンスでも反面教師として取り上げられた。 IT 業界での再就職は完全に不可能になったらしい。業界追放レベル。完全勝利。ざまあ。今では年収も倍になり、やりがいのある仕事ができている。何より会社と顧客を守れている実感がある。主かっこいい。あの時諦めずに個人でバックアップを取っておいて本当に良かった。セキュリティはキングイムシじゃない。セキュリティは会社を守る最高の投資なんだ。ほんとそれ。というわけで私の体験談でした。セキュリティの重要性、少しでも伝わったら嬉しいです。めっちゃ伝わった。最後まで読んでくれてありがとう。シオツ。めっちゃ面白かった。いい話だった。スカッとした。グッジョブ。セキュリティ大事だな。最高。また投稿してね。